の部屋はですね、質問をたくさんさせていただくコーナーとなっているのですが、どうしたら緊張しないで投げられますか？緊張はすると思います。はい、旦那様へ一言。旦那へ一言、なんだろうそれ。次、道具のメンテナンス、特にバレルやスティールポイントはどのくらいの頻度で行いますか？私でも基本的にダーツ 1,2 ヶ月で変えたい人なんですよ。かかりがある状態に慣れておきたいというか、こういざ新しいバレルにね来た時に引っかかるのも嫌、引っかかりすぎるのも嫌だしなので 1,2 ヶ月にで変えてます。スティールのポイントは？スティールのポイントはやっぱりちょっと刺さらなくなったりとか錆びたりとかあるので、まあ削ったりももちろんするんですけど、今スイスポイントって変えれるやつ使ってるので結構それも頻繁に変えます。ありがとうございます。はい、頻繁です。まとめんなよ。次いきます。子供さんにダーツを始めてほしいですか？子供はダーツ今好きじゃないので、今3年生、すっごいちっちゃい頃にはなんかしっかり喋る前にダーツ投げてたんですよ。1歳半ぐらいでおしゃぶりしながら投げてる写真とかがあるんですけど、半分ぐらいの距離から顔面に届いて投げてたんですよ。でも2歳ぐらいの時にその形のまま10秒ぐらい固まるようになって、これイップスじゃないと思って、早いよ。ちゃんと喋れない時だったんですよね。ちょっと距離を置かせてたら全く投げなくなって、そこからはもうなんかすごい投げ方になりました。昇竜拳みたいな回転しながら投げてるみたいなもう元気になって、今も別にあったらちょっと投げてみようっていう感じにはなるけど、好きで投げてる感じではないので、させたいとかもない。本人やりたかったらやりたいと思うし、すごい、昇竜拳がめちゃくちゃわかる。すごいね。ありがとうございます。みくるプロがダーツを始めたきっかけは何ですか？ダーツを始めたきっかけは友達がやってたんですよ、ダーツを。で連れてってもらって、でその子がね多分レーティング8ぐらいあったんですよ。である程度狙ったところに行くじゃないですか。私行かないし悔しくて、刺さりました？刺さりは刺さったんですけど、まずどうやって狙ったらいいのか、なんでこの距離なのに狙えないのかっていうのがすごいあって、その時にカード作ったんですよ、ライブのカード。レーティング2だったんですけどすごいでなんならクリケとかをその人とやってたら1だった次の日クリケなんか狙えないですよ、最初そうそう、レーティング1になったこともある。衝撃じゃない。レーティング1鈴木みくる。そこから悔しくって狙えたところに行かないのが。でそこから目標を決めて、半年でレーティングいくつ、1年でレーティングいくつって決めて毎日投げて、それをクリアできるようになってっていう形ですね。すごい。今井さん1年間でどこまで？半年で10いこうと思って10いったらすごいよって言われたから、半年で10いこうと思って、半年で10いすごいめっちゃすごい。プロになられたのは？プロになったのは子供を産んでからなので、あとですお子さんは生まれる前、ご結婚される前にダーツ始められたんですか？そうそうそう。でプロやるぞってなったのは産んでから？産んでから、まあレーティング産む前にレーティング12ぐらいまで行ってたから、すごい。その産んでやってみたいんだって言ったら、じゃあやってみたらっていうふうに旦那が言ってくれて、そこからですね。旦那様のサポートすごくないですか？そうですね、頑張っても頑張っても技術を磨いても全然勝てなかったので、それでメンタル面の勉強をしてくれたんで、それのおかげで今があるみたいな感じですけど、
これ関係ないかもしれないですけど、金森くんいるじゃないですか。あ、金森くんがジャパンの会場とかでお会いすると、結構いろんなプロの方の顔を見てて、この人今緊張してるとか、そういうのも見れるみたいなんですけど、ミクルプロの鈴木プロの顔色は全然わからないと本当におっしゃってました。顔何も感じないようにしてるというか、メンタルのことなんて、そう、メンタルの波をなくしたい、ない時が強いからなくしたくって、それを出さないように出ないようには考えて。すごい。すぐはできないですか？できないかも。こう焦るのは焦るんだけど、焦りを焦ってるなと思ってそれを抑えるみたいな、それを練習してたらそれが速くなるというか、できない時ももちろんあるんだけど、それを考えながらやってるとこう落ち着かせたりとか。海外のプレイヤーさんって、大会とかで試合されてると、海外の方もそんな感じでメンタルトレーニングされてる方多いですか？いや、そんなことはないと思います。ただ逆にメンタルで逆に大きい振りがある方が入る人もいるし、多分人それぞれなんですけど、私の場合は焦りにつながるからあまり良くないから抑えてるんですね。ありがとうございます。メンタル大事。次行きます。今年挑戦してみたいことはありますか？今年挑戦してみたいこと、なんだろう。何に挑戦しようかな。もうね、ビデオ2連覇世界中ですよ。何に挑戦したらいいと思いますかね。じゃあダーツ以外。何がいいですか？私今チロルチョコの大会、積み上げ大会挑戦してます。なんか聞いてください。何やっても1位になれないんです私。もうすっごい悩みで。何？始めたいなと思ってるんですけど、やってみたいことはあるんですけど、どうやってやったらいいのかわかんないと思って VTuber になってみたい。 VTuber になりたい、あれだ、わかる初音ミクみたいな感じですよね。すっごい簡単にわかりやすそうに言ったんですけどそうで YouTuber の声でキャラクターで動くそうでも何について話せばいいんだろうと思って。ダーツじゃなくて多分始めるとしてもダーツじゃなくて名前も違うからみんなに気づかれないようにこっそりやります。めっちゃいい。絶対探そう。私は思うんですけどアニメだと思います。アニメについて語るかな、じゃあな。いや楽しみですね。 VTuber いいですね。ユーミングで右から真ん中まで腕を流している間にどんなことを考えていますか？多分ね、ユーミング、みんなが思ってるユーミングが多分私がここに構えてこう持ってきてこう出すからだと思うんだけど、これねちょっとね構えるのが邪魔だからここに構えてるだけなんです理由が違う。そうで、しかもこれ弾いてるっていうよりもここになんとなく構えてここからがスタートなんですよ、私の場合。リズムを取ってるだけです。でここからスタートでここから狙ったところに伸ばしてるんです。なのでこう入ってこう入ってくるのはあれはリズム取ってるだけでここで何か狙ってるとかじゃないですね。でしかも投げる時に何か考えてるわけじゃなくてもう前に伸ばしてるだけですね。そうか、真ん中まで右から真ん中まで腕を伸ばしてる間どんなこと？リズム取ってるだけ。リズム取ってるだけだし、よく見てるからターゲットを見ながら持ってくるのでターゲットに集中してる感じですかね。そこに今から手伸ばすって考えながら。昔よく言われたのが、ここに構えた時のチップの先とか、なんかバレルとか、とターゲット、ブルが重なる場所がどうだなみたいな言われたんですけど、そこで狙ったり気にしない方がいいかな。気にしない。逆に何も気にしなくって自分の感覚でここに手を伸ばしたらそこに飛んでいくっていう感覚を覚えた方が早いと思うんだけどな。だってそしたらさ、何も考えないでそこに手伸ばせばそこに飛んでいくんだったら、他の
ね要素あるよ。指の力の加減とか手を伸ばすスピードとかあると思うんだけど、大体それがまあ揃ってくれば大丈夫だと思うんだけどな。ありがとうございます、そうですよね。私ちょっと考えさせられすぎちゃったな。なんかやっぱりいろいろ考えるとやっぱり力むから力んだらこうそれが例えば動き的には良かったとしても最後に指先の力で違うところに飛んでったりっていうのはあると思うから、まあとりあえずこう簡単に動けるように力まないで簡単に動けるようにっていうのが大事なのかなとは思うけど。イップスってなったことあります？手が出ない方が。こっち？うん。ここで止まっちゃう。うん。違う、手が出ないから無理くり出すと手から離れなくなる。バーンって台に。下に叩きつけちゃうみたいな。いつぐらいだろうな。優勝した後だからな。4年5年ぐらい前かな。結構活躍されてからですね。違う、それは再発した感じかな。試合中に1回再発したことがあった。本当にボタンのとこに飛んでっちゃう。ブル狙っても3タブより下行っちゃうみたいな。どうされたんですか？どうやって抜け出したんですか？いやもうそれを投げるしかないから投げて、そのうちでも治りますけど、やっぱりこうどうしようって焦る方がしんどかったので、どうでもいいやと思ったら治りましたけど、まあ考えすぎてたのかな。いろいろ考えないようにしたら治るかな。しなかったことがあって、グリップイップスになってたらしくて知らなかったんですけど、なんか全部しっくりこなくて、だからあまり考えすぎるとあれも自分もしっくりこないなっていうのを1年ぐらい続けたけど、気にしないようにしたら1年ぐらいに治ってた。ずっと違和感はあるんだけど、まあそのうち治るだろうと思って投げてました。ありがとうございます。考えすぎちゃいけないんですね。そうですね、私の場合は。私もそうでしたね。抜き出したんで多分ね。ありがとうございます。はい。最後かな。ちょっと戻ろう。一番最後にと思っていた質問ありました。ダーツとは？ダーツとはなんだろうね。ダーツとはまあ趣味でもあるし仕事でもあるし、ずっとやっていきたいと思ってるから、まだまだうまくもなれると思ってるし、一生涯スポーツですかね。素敵、ありがとうございます。一生されたいんですね、今のところ。そうですね、腰が曲がってもう投げれるかな。お家にもあります？お家にもある。あるけど、まあお家にはそこまであるぐらいしか投げないけど。いやー、たくさん聞かせていただいてよかったです。本当にありがとうございました。ありがとうございます。お感謝。でですね、シールドの方がくださったものがございまして、YouTube でも何でもいいんですが、これもなんか売り切れちゃったんだらしいですね。どうしましょうか。これちょっとじゃあ YouTube 見てくださった方にプレゼントしましょうかね。そしていいですか？ぜひこれもキーホルダー、私の今着てるやったー。じゃあこれで4名様にバラバラにしようか。4名様にプレゼントさせていただきます。応募方法はまたなんかどっかに書いてこの辺